はいどうも、海外テックのこれまじミントです。りなです。今日は手元の DGX スパーク1台で動かした AI にこの番組の作業画面を見せてみた話をします。作業画面っていつも動画をアップロードしてるあの画面のこと？そうです。前の日のアップロード作業中に撮れたスクリーンショットを加工せずにそのまま見せました。聞いたのは2つだけ。これは何の画面ですかと、次はどこを押しますか？それ当てられるものなの？当てました。6枚の別々の画面を見せて6枚とも正解。日本語のタグ11個も1字も落とさず書き写しました。へえ、結構賢いんだ。ちなみにその AI ってどれくらい大きいの？一番軽くした版で重みが合わせて 14.6GB です。24GB のグラフィックボード1枚に乗る大きさですね。そんなので足りるの？足りました。画面を読ませるだけならこの大きさで届いています。今日はそこを順番に確かめていきます。主役はメタが8月10日に公開したミューズグリマー 30B です。売りは画面を見て道具を使うこと。全体で約296億のパラメータがあって、そのうち18億が目に当たる部分です。 30B の B って億のこと？ 10億です。だから 30B でおよそ300億、実際は296億ですね。ただそのままでは大きすぎるので圧縮したものを使います。圧縮って写真を JPEG にするみたいな感じ？近いです。今回はアンスロスというチームが配っている圧縮版を使い、まず4ビットのものから始めました。試し方はこうです。前日の投稿作業で自動的に撮れていた画面が21枚あって、そのうち7枚を使いました。どれも 1600×1000 ピクセルの実物です。わざわざ作った問題じゃないんだ。実際に使う画面でないと意味がありませんから、動かしたのは手元の DGX スパーク1台だけ。ネットにも他社のサービスにも画像を出しません。答えは JSON という項目を決めて受け取る形式でもらいます。一回聞いて当たったらそれでできるって言っていいの？よくないです。揺らぎを見たい問いは同じ画面に3回から12回ずつ聞いています。画面の同定だけは6枚の別々の画面に1回ずつ。じゃあその結果はどうだったの？結果です。どの画面かを当てるのは6枚とも正解。初期チェックの画面を見せたら、次にやることは処理が終わるまで待つと答えました。押すボタンがないときは待てって言うんだ。それは正しいね。想定と違う画面を出した時も2枚に3回ずつ聞いて6回とも気づきました。あと私が驚いたのはタグです。タグって動画につけるあのキーワード？そうです。カタカナと英字と空白が混ざった11個を一つも落とさず、余計なものも足さずに書き写しました。タイトルも一字一句そのままです。勝手にそれっぽい単語を作ったりしないんだ。しませんでした。ここは素直に良かった点です。次は実際に使う時に知っておくと便利な話です。次へボタンの中心はどこですかと聞くと、横の位置として765という数字が返ってきます。765ピクセル？でも画面って横1600ピクセルなんだよね。ここが要点です。返ってくるのは画面の幅を1000とした時の値です。だから 1.6 をかけると1224になって、実際のボタンの中心1228との差は4ピクセル。指の先ほどもずれていません。ほぼぴったりじゃん。位置はちゃんと見えてるんだ。見えています。揺らぎを0にする設定にすると12回とも同じ形式で返って、誤差は1から5ピクセルに収まりました。じゃあ縦の位置も同じように直せばいいの？ここには正し書きがあります。今回の画面は縦がちょうど1000ピクセルでした。だから縦は正規化された値と実際の値がたまたま同じになります。確かめられたのは横だけです。縦が線でない画面でどうなるかはわからないんだ。わかりません。手元で使うなら横は 1.6 をかける、縦は自分の画面で一度確かめる。それが安全です。メタはこのモデルについてこう言っています。道具を順番に呼び出せて、失敗から立て直せて、状況が変わったら合わせられて、メモを取れて、中断しても再開できると5つも言ってるんだ。全部本当？一つずつ確かめました。課題はこの番組の公開作業を模したものです。動画の一覧を見て設定を変えて外から本当に公開されたか確かめる、そういう流れです。結果は5項目とも3回ずつ成功して15回中15回。特に良かったのは失敗した時の振る舞いです。失敗した時です。チェック中なので変更できませんと断られる課題を混ぜてあります。この時同じ操作を繰り返しませんでした。1回で見切って別の手段に切り替えます。
それ結構大事なやつだ。大事です。ただ公平のために言っておきます。この断り文には繰り返しても結果は変わりません。代わりにこの手がありますと書いてあります。手がかりは環境の側から渡しているので、自分で原因を突き止めたという話にはなりません。渡されたヒントを読んで従ったということです。同じ操作を何度も呼び続けるのは相手のサービスから見ると迷惑ですし、警戒もされます。ここで病まれるのは実務では聞きます。気になったのは手数で、同じ用紙に5手から貼ってかけました。ここでメタの公表しているベンチマークを見ると、一番差が大きいのは MCP アトラスという項目でした。75.5点。メタが図に載せた比較相手の高い方と比べて 13.0 ポイント差です。 MCP アトラス、それ何を測ってるの？道具の使いこなしです。 MCP というのは AI と外の道具をつなぐための規格のこと。ベンチマーク全体で実在するサーバーが36本、道具が220個、そこから人が書いて検証した専門が作られています。さっきの課題と似てるね。似ていますが、決定的に違う点が一つあります。MCP アトラスは問題文に道具の名前もサーバーの名前も書いていません。じゃあどうやって使うの？自分で探します。私がさっき試したのは道具を渡した上で最後まで守りきれるか、こちらが測っているのは使う道具を自分で見つけられるかです。別物だね。え、それってうちでも試せない？試しました。ただ先に断っておくと、私が作ったのは手元の小さな模擬で、規模も採点も MCP アトラスとは別物です。同じ点数の話ではありません。同じ趣旨の課題を小さくして確かめただけです。わかった。それでどんな課題にしたの？サーバーを4つ、道具を全部で18個並べます。モデルに最初から見えているのは3つだけ。サーバーの一覧を出す道具と、中身を説明させる道具と、名前を指定して呼ぶ道具です。課題文には目的だけ書きます。再生回数を調べてとだけ。しかも紛らわしい名前の道具をわざと混ぜてあります。意地悪だ。それで3回とも正しい道具にたどり着いて正解を返しました。紛らわしい道具は6回のうち1度も読んでいません。説明を読んでから選んでいます。ただ存在しない道具名を推測で読んだことは6回のうち2回の欄でありました。無傷ではありません。そこも出しておきます。もう一つ意地悪な課題を作りました。公開しようとすると失敗するのですが、返ってくるのは前提が足りないという意味の短いエラーが一言だけです。それ何が足りないか書いてないよね。どこにも書いていません。答えは別のサーバーにある点検の道具を先に実行することで、それは自分で探しに行くしかありません。できたの？3回とも公開まで到達しました。うち2回は断られてから点検の道具を探し当てて戻ってきています。断られて足りない前提を探しに行って戻ってくる人がやる手順と同じだ。同じ課題を比較に使っている GPT、OSS120B にも解かせました。思考の深さの設定は低めです。まず探す方は3回とも成功。1つのサーバーだけ見て正解に直行。3手で終わりました。この課題ではあちらが最短です。探すのはあちらがうまいです。ところが意地悪な方の課題は公開まで到達したのが3回中0回でした。点検の道具見つけられなかったの？そこは見つけています。3回とも自力でたどり着いて点検も実行しました。抜けたのはその次です。点検の後に公開の操作をもう一度読んでいません。そのまま公開しましたという趣旨の報告を返しています。してないのに？していません。動画は非公開のままでした。3回とも同じ形です。それうちが毎回やってる本当に公開されたか外から見て確かめるってやつだ。近い話です。報告がやったと言っていることと実際にやったことは別々に確かめないと合いません。じゃああっちのモデルはダメってこと？そこまでは言えません。自分で作った小さな課題1本。思考の設定は低め、各3回の結果です。同じモデルが探す方では最短種で成功しています。言えるのはこの課題では最後の一手が抜けたまで。一本の課題で全体を語らないと、こういう自分で動かして確かめる回、面白いと思ったらチャンネル登録してね。この番組の定番の3課題も書かせました。回転する六角形の中でボールが跳ねるもの、布のカーテン、50の塔の 3D モデルです。どれも大変そう。どんな条件で？前の2つは外部のライブラリを読み込ませません。ブラウザに最初から入っている描画の機能と JavaScript だけで書かせます。50の塔は？こちらはライブラリを使って良い代わりに
色とりどりのボクセルで桜のある庭ごと作らせます。難しさの向きが違うんだ。そうです。結果は3本とも最後まで書き切ってブラウザのエラーは0でした。ただ出来には差があります。どれが良かったの？六角形です。5つの要件を全部満たしました。ボールが重力でそこに溜まって六角形が傾くと内壁に沿って滑っていきます。ボール同士もぶつかってる。これちゃんと物理してるね。布は半分です。掴んで引っ張るとちゃんと網が伸びます。ただ上端を固定して垂らす動きが出ませんでした。カーテンとしては浮いたままです。引っ張ると伸びるのに下がってこない。惜しい。三つ目は五重塔です。注文は色とりどりのボクセルで桜のある庭に五重塔を。ライブラリは何を使ってもいい。今度はライブラリ使っていいんだ。そこは自分で 3JS を読み込んできました。塔も地面も木も組み上がってドラッグで回るしホイールで寄れます。ただ色がつきませんでした。確かに全部ぼんやり水色だ。コードの中で決めていた色が3つしかなかったんです。空の色と白と薄いクリーム、桜も変数の名前には出てくるのに色がついていません。形は作ったのに色は作らなかったんだ。そういう出方でした。実は同じ注文を前に別のモデルにも出しています。右がディープシーク V4 フラッシュです。同じプロンプと同じ DGX スパークで動かしたもの。桜が色づいて花びらが舞っています。わあ、全然違う。こっちは庭って感じがする。そしてここで速度も見ておいてください。左が毎秒 12.71 トークンで484秒、右が毎秒 18.79 トークンで276秒です。右の方が速いの？大きいのに2720億です。左の9倍あります。その9倍大きい方が 1.48 倍速くて、しかも中身が濃い。逆じゃない？大きい方が時間かかるでしょ。普通。そう思いますよね。ここは次の章で数字を並べて確かめます。先に一言だけ言うと、速さを決めているのは1トークン作るたびに読み出す量の方です。大きさそのものじゃないんだ。気になる。後で回収します。それとこれは条件を揃えた A、B ではありません。揃えたのはプロンプトと実機だけで、モデルの作りも圧縮の度合いも違います。同じ注文に手元でこう返ってきたという記録です。それでもさわさだよね。さわさです。叩き台は出ます。そのまま完成品にはなりません。手直しする前提なら十分に使える出方だと思います。さっきパゴダで見た大きい方が速い剣です。ちゃんと測るとミューズグリマー 30B は毎秒 12.96 トークン、同じ DGX スパークで GPT、OSS120B は毎秒 49.7 トークンでした。トークンって文字のこと？文字より少し大きい文の塊の単位です。日本語だと1文字から数文字分くらい。120ってさっきの30より大きいよね。4倍大きいです。その4倍大きい方が 3.8 倍速い。なんでそうなるの？この環境で聞いているのは1トークン作るたびにメモリから読み出す重みの量です。読み出す量全部読むんだよね。 30B の方は全部読みます。1トークンごとに 15.9GB。 一方の 120B は中がたくさんの専門家に分かれていて、毎回そのうち数人しか読みません。読むのは約 3.6GB です。大きいのに読む量は4分の1以下。だから早いんです。手元で動かすときは総パラメータの数と一緒にこの読み出す量を見ると実感に合います。じゃあ 30B の方を速くする手はあるの？あります。読む量を減らせばいいのでもっと圧縮してみました。4ビット、3ビット、2ビットの3段階です。2ビットまで落とすと本体が 10.7GB になって毎秒 18.92 トークン、 1.46 倍速くなりました。でもそこまで削ったら頭も悪くなるんじゃない？そこを心配して測りました。画面のズレ検知は6回とも、タブの読み取りは11個とも、立て直しも方針変更も3段階すべてで同点です。全部同じ？削ったのに落ちてないんだ。この4項目についてはです。画面の同定とコード生成は2ビット版で測り直していません。そこは分かりません。あ、冒頭の 14.6 ギガってこれのこと？そうです。本体が 10.7 ギガ、目に当たる部分が 3.85 ギガ、合わせて 14.6 ギガです。目の部分は圧縮せず、そのまま使っています。良かった話ばかりでは公平でないので、公表されている比較図をそのまま見ます。青がミューズグリマーで、比べているのは他社の高い方です。全部買ってるの？そうではありません。8項目あって、
1位が5項目、MCP、アトラス、検索、SWE、ベンチプロ、AIME、C コードです。道具周りが強いんだね。残りの3項目は？ 2位が2項目、3位が1項目です。2位のうち1つが端末の上で長い作業をさせるターミナルベンチ。一番高いクエンには 9.0 ポイント届きませんでした。じゃあそこは弱いってこと？そこは言い方に気をつけます。同じ項目でもう一つのジェマは 43.4 点、ミューズグリマーは 51.7 点なので 8.3 ポイント上回っています。3つの内真ん中です。最下位じゃないんだ。相手によって見え方が変わるね。そうなんです。3位だったのは GP9A ダイヤモンドの1項目だけで、それも 2.2 ポイント差。全体としては大きく離されている項目はないというのが素直な読み方だと思います。上か下かよりどれくらい離れてるかを見た方がいいんだ。そうです。あと、私が測っていないことも言っておきます。自分で原因を突き止める力は測っていません。今日の課題では手がかりを環境の側から渡しています。見た目のちょっとした異常に気づけるか。それも測っていません。ズレに気づいた6回は見た目の差が大きいものでした。細かい崩れを見つけられるかはまた別の話です。まとめます。手元で画面を見せて判断させるなら、設定は3つ、圧縮は一番小さい2ビット版、揺らぎは0、横の座標は 1.6 をかけて戻す、合わせて 14.6 ギガです。覚えやすいね。逆に向いてない用事は？速さがいる作業です。画面を1枚読み込むのに約5秒、答えが返るまで 15.7 秒、待てる用事なら画像を外に出さずに手元で任せられます。検索とか画像を見分けるとか、手元の 14.6 ギガがそこまでやるとは思わなかったな。私が今日一番面白かったのは、道具名を伏せても必要な前提を自分で探し当てたところでした。皆さんは手元の AI にどんな用事を任せてみたいですか？コメントで教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画で。バイバイ。